皆さん、こんにちは。みゆの日本語カフェへようこそ。さて、今日もお疲れ様です。今回は私のプライベートにも深く関わっている大好きなテーマについてお話ししようと思います。それはズバリ日本での犬との暮らし方についてです。で、日本ではお散歩しているワンちゃんを特に最近はよく見るんですが、結構海外に比べると犬との付き合い方や社会のルールって全然違ったりすると思うんですね。なので今日はそんな日本独特のペット事情、特に犬について一緒に楽しくお話ししていきましょう。さて今日も皆さんお気に入りの飲み物を片手にリラックスして聞いてください。それでは乾杯。まず日本で人気の犬種について話していきたいと思います。皆さんももし日本に行ったことがあればすぐ気づくと思うんですが、日本で人気の犬といえば圧倒的に小型犬なんですね。で、例えばトイプードルとかチワワ、ミニチュアダックスフンドとか、で街を歩いていてもすれ違うのは圧倒的にちっちゃい子たちばかりです。で、私自身も実家で2匹犬を飼っているんですが、2匹とも小型犬です。で、これってやっぱり日本の住宅事情が大きく関係しているんですね。例えば欧米みたいに広いお庭があるお家って少ないので、そしてマンション住まいの人が多いので、どうしても大型犬を飼いたいなと思ってもスペース的に小型犬の方が、犬も人間もお互い幸せに暮らせるなっていうことが多いです。なのでどうしても小柄なワンちゃんが好まれる傾向にあると思います。で、もちろん大型犬も人気なんですけど、お散歩中に大きな犬に会うと、あ、大きい家に住んでるのかなっていう感じで考えてしまいます。なので日本では圧倒的に小型犬が多いと思います。また私が日本にいて、ここも海外と違うなと思った部分なんですが、どこから犬をお迎えするかっていうお話で、日本だと駅前とかショッピングモールに、ペットショップがあるんですね。ただ、これは海外の人から見るとかなりびっくりされるポイントだと思っていて、多くの国ではペットショップでの生体販売が厳しく制限されていたり、あと法律で禁止されていると思うんですね。ですが日本ではまだペットショップが普通にあります。で、そのガラスの中に犬がいて、可愛いって言って眺めるのが、日常の風景になっています。他にも日本ではブリーダーさんもいて、ブリーダーさんかペットショップから犬をお迎えするのが主流で、海外のようにまだ保護犬制度や里親制度と言われるものはまだまだあまり知られてないのかなと感じます。ただ今後より広まっていくといいなとも思います。なのでここはもう少し変わっていったらいいなと思う部分ではあります。はい。で、私の犬と最近ドッグランに行ったんですが、ドッグランでも結構これも違うのかなと思う部分がいくつかあったので紹介しますね。まず、ここ数年で日本でもノーリードで走らせられる場所がすごく増えたんですけど、その大きな選択肢の一つがドッグランになります。で、日本のドッグランはかなりしっかり管理されていて、どこの施設もまず狂犬病の予防接種の証明書が必要であったり、あとは混合ワクチンの証明書を提示して利用登録をします。で、
飼い主自身の、例えば運転免許証の提示なども必要となる場所が多いです。あと海外と多分違うのは、場所によっては入会金、年会費とかその都度料金を払わないといけない場所も少なくもないです。で、海外のドッグランのイメージは、例えば、公園の隅にポコってなんかあって、で誰でも入っていいですよみたいなイメージなんですけど、日本では結構そうやって厳しいルールとか登録が必要なので、ある意味安心ではあります。なので、犬を連れて行っても他の犬もちゃんとワクチンをしていたり登録をしている犬なので、身分の分かるっていうこともあって安心ではあります。で、さっき出てきた、狂犬病の話なんですけど、これも少し独特だなと思って、日本での犬を飼うにおいて欠かせない面白いシステムは、春に狂犬病の集団接種っていうのがあるんですね。で、これは何かというと、日本では犬を飼ったら自分の住んでいる場所の役所に登録をして年に1回、注射を打つのが法律で決まっています。なので毎年春になると、例えば近くの公園とか公民館の前に、たくさんの近所のワンちゃんたちがもう列に並んで注射を打つっていうイベントみたいになっています。で、すごい可愛いのが、例えば他の犬を見てブルブル震えてる子がいたり、あとは怖くてワンワン吠えている子がいたり、さまざまな犬を見ながらみんなどんどん注射を打たれていくんですね。で、なのでこれは日本ならではかなと思います。かなり独特な風景です。で、あと他にも日本ではかなり動物病院も多くて、日本人は自分の健康以上にペットの健康に敏感な人も多くて、なので犬がちょっとでもぐったりしてるとすぐ動物病院に行かないとってなってすぐに見てもらっている人が多い気がします。で、さて最後、日本のお散歩文化についてなんですが、日本人は結構綺麗好きであったりルールを守ることを重要視しているんですが、これは犬のお散歩にも現れているなと思います。で、日本の飼い主さんのマナーって本当にすごく多分トップクラスに厳しいんじゃないかなと思っていて、まず、犬の糞を拾うのはもう当たり前です。100% 犬の糞を絶対に拾います。で、あと犬がおしっこをしたとしたら、そのまんまにするんではなくて、ペットボトルにお水を入れておいて、で水を上からかけます。なのでそれを水をかけてきれいにするっていうのが日本のマナーです。はい、ただ、裏を返せばそれだけ周りの人に絶対に迷惑をかけちゃいけないっていうプレッシャーがあるからとも言えると思います。で、海外だともっと気軽に犬と一緒にカフェの店内に入ったり電車に乗れたりするんですけど、日本ではまだまだ犬 NG の場所が多いのが現状です。で、もちろん皆さん犬は家族と言うんですけど、社会全体がウェルカムかというとまだちょっと壁があるなと思います。なので、そこはもう少し犬フレンドリーになるといいなとも思っています。ただ最近は変化も感じているのも、本当で、例えばドッグカフェとかイベントとか犬と入れる、ペット商品を置いているお店とかがすごく増えました。で、例えば犬とキャンプに行ったりもできるので、少しずつ増えているのかなという印象です。
で、例えば私とかも最近犬とキャンプに行ったんですけど、犬も泊まれる宿というのもどんどん増えてきたなという印象です。で、もちろんワンちゃんと暮らすのってただ可愛いだけじゃなくって、やっぱり命を預かる重い責任でもあるので、だからこそもっと日本でも今後保護犬の選択肢が広まったり、犬も人ももっと自由にお互いストレスなく暮らせる社会になったら素敵だなと思っています。さて、皆さんの国では犬との暮らしはどんな感じですか？私の国ではこうだよっていうのがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。それでは今日はこの辺でおしまいにします。今日もみゆの日本語カフェへ遊びに来てくれてありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。